Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. Found my inner peace. You watch it release in the dead of night. In the dead of night.どうも、弁天クルーのタイガです。チャンネル登録お済みでない方はよかったら、チャンネル登録お願いいたします。というわけで、新年一発目のスニーカーレビューなんですが、はい、こちらでございます。ショーン・クライバーとナイキ SB のダンクローですね。ホリデースペシャル、購入しちゃいました。もうどうしても欲しくて大人パワー使って、購入しちゃいました。発売は去年の12月19日なんですが、最後の最後で、去年一番欲しいものが出ちゃったなというのが僕の感想でございます。ホリデースペシャルということなんですが、いわゆるクリスマスダンクと世には呼ばれてるのかなと思います。今回ですね、購入は実はですね、発売前から以前に利用させていただいたスニーカーダンクさんの方でね、購入してたんですけど、ちょっと2連続で出品者都合でキャンセルされて、なかなか買えない状況が続いておりましたが、発売からちょっと経ってからですね、結局今回こちらですね、初めてモノカブさんで、購入してみました。はい。値段ちょっと今かなり上がっちゃってるんであれなんですけど、僕がまだ手に入れた時は、許容範囲かなというような値段で買うことができたんで、良かったかなとは思うんですが、モノカブさん初利用で非常に丁寧でかつ素早い対応でしたね。そんな話は置いといてですね、どういうスニーカーかというお話なんですが、ナイキ SB の話であるとか、ダンクっていうのはもう皆さんご存知だと思うんで、もうスッと割愛します。コラボレーション先のショーン・クライバーとはどんな人物なのかというお話ですね。はい。ショーンはですね、90年代からですね、活躍しだした、いわゆるグラフィックアーティストでございます。スケボーのですね、デッキにグラフィックを描いたりするのがね、代表的なものかなと思うんですが、自身のブランドも持ってるので、非常にマルチな方かなと思います。作風としては結構社会風刺が効いたものとか、可愛らしいんだけど、ちょっとどこか毒々しいみたいなのが両極端兼ね備えたのが、ショーンの作風なのかなと思います。作品で一番有名なのってなんだろうな。僕が結構好きなのは世界の有名ミュージシャンの、スカルですね。それをデッキに書いてるものとかがね、有名なのかなと思うんですけど、僕はあの作品が一番好きなんですが、僕も昔、多分あれブートだと思うんですけど、ショーンの絵が描かれた T シャツを古着屋さんで買ったことがあるんですが、僕もね、非常に好きなアーティストでございます。そんなショーンとナイキのつながりなんですが、ナイキさんとはですね、2012年だったかなにクランプスという、これも SB から発売されたダンクのハイカットですね、出たモデルがございます。こちらもインソールにちょっとサンタさんが書いてあったりということで、今回のちょっとホリデースペシャルとつながるような部分もあるのかなと思うんですが、はい、こちらが発売されました。で、その2年後ですね、2014年にはですね、ディスポーザブルというダンクが発売されました。これはですね、遡ること10
年前のですね、2004年に、ショーンの今までの作品集ですね、アーカイブ集を、まとめた一冊の本があるんですけど、それの出版10周年を記念して作られたのが、こちらのディスポーザブルでございます。で、そこからですね、ショーンが自身のブランド、ペイズリースケートをずっとやってたんですけど、19年かなに、改名して、ストレンジラブとなりました。皆さんの記憶にもあると思うんですが、去年の2月にですね、ストレンジラブとナイキ SB のコラボレーションモデルで、いわゆるバレンタインダンクっていうのが発売されました。で、ショーンのコラボ、ちょんとこう、間が空いてるんですけど、まさか、1年間に2回出るとは思ってなかったんですが、去年の12月にこちらのですね、ホリデースペシャルクリスマスダンクが発売された運びとなっております。もう、とにかく最高ですよね、僕からすると。もう、非常に好きなアーティストのショーンのコラボで、ストレンジラブのコラボもね、めちゃくちゃ欲しかったんですけど、結局買うことができずで諦めてたんで、今回もこちら買うことできなかったんですけど、もう早めに抑えておこうと。僕はストレンジラブのものより、こっちのカラーリングの方が、僕的にはぐぐっと刺さったんで、はい、こちらを抑えた運びとなってます。じゃあ早速ディティール見ていきましょう。まず、アウトソールですね。アウトソール、このような形となっております。形に関しては SB 特有の、2パーツに分かれたアウトソールと、スリットが多く入った、摩擦力を高めるためかな。はい、このような仕様となってます。ちょっと分かりづらいんですけどね。で、全体的には、クリアのアウトソールとなっております。クリアなんですが、いわゆるアイスブルーっていうのかな。はい、ブルーに、シルバーとゴールドのラメがもうふんだんに散りばめられております。これは多分ホリデースペシャルっていうことなんで、スノーフレークをイメージして入ってるんじゃないかなと思います。で、真ん中のパーツに関してはホワイトのパーツとなってます。続いてミッドソールですね。ミッドソールはホワイトとなってるんですが、シームですね。シームがね、今回かなりスペシャルで、シームに関してはゴールドが入ってます。続いてアッパーですね。はい。もうこのアッパー最高です。一応、天然比較と合成比較と合成繊維という風に、黒タグに書いてるんですが、天然レザーはどこなのかっていうと、ここのサイキックブルーのレイヤーと、トーボックスであったり、クォーター、こちらのホワイトのレザーっていうのが天然レザーとなっております。天然レザーの部分から見ていきましょうか。トーボックスはですね、ここももう僕の非常にお気に入りポイントなんですけど、ベンチレーションがね、雪の結晶となってます。最近このベンチレーションでナイキさん遊ぶのが、ちょこちょこあるかなと思うんですが、SB だと最近2年前に出たハロウィンダンクかな。あれがジャックオランタンの顔になってるのかな。そんな感じでベンチレーション空いてるんですが、今回は雪の結晶となってます。ここ一番のポイントかなと思います。僕はもうこれが良くて買ったと言っても過言ではないような感じですね。はい。で、ホワイトの部分に関しては結構マットな質感で、僕が持ってる、ジョーダン1の CO.jp のミッドナイトネイビーに使われているような、マットな白ですね。で、最近のナイキさんで多い脂肪多めのレザーが使われております。いわゆるシュリンクレザーってやつですね。はい。続いて、このサイキックブルーのレイヤーの部分なんですが、ここはですね、すべてスウェードとなってます。淡い水色なんですが、ややグレーがかかってるような落ち着いたブルーとなっております。スウェードはね、ちょっと僕のは割と毛足長めの感じなのかなと思うんですが、これはどうしても個体差があるかなとは思います。このスウェードのレイヤーもいい感じですね。続いてスーッシュの部分ですね。スーッシュはもうメタリックゴールドとなっております。かなりキラキラしておりますね。ここは、多分なんですが、合皮のパテントレザーだと思います。続いてヒール周りですね。スーシュと同じくゴールドの刺繍でナイキと入っております。で、こちらのあたりがシルバーのスムースレザーですね。はい。ここは天然レザーだと思いますが、使われております。続いてですね、シューレース
ですね。シューレース、デフォルトでは一応シルバーのものが入っておりますが、多分なんですけど、このシルバーのね、繊維の影響なのかな、ちょっといつものシューレースよりグネグネしてるような印象があります。もう片方の方にですね、替え紐ついておりまして、今回はホワイトとゴールドも入っております。シルバーと同様、ゴールドも多分繊維の関係かな、ちょっとグネグネしちゃってるような感じですね。デフォルトのね、シルバーもかなりいい感じだと思います。続いてゴールドですね。ゴールドもかなりいいんじゃないかなと思います。続いてホワイトです。ホワイトの方が僕は個人的には好みかなと思います。続いてシュータンですね。シュータンは SB 特有の厚タン仕様となっております。かなりふかふかしてます。シュータンもですね、スウェードとなっておりまして、タンラベルに関してはナイキ SB とクライバーというショーンのお名前が入ってます。続いて履き口ですね。ライニングがですね、これベルベットなんですよ。めちゃくちゃいいです。触り心地かなりいいんで、これ履き心地もかなりいいんじゃないかなと思います。タン裏もね、もちろんベルベット仕様となっております。これめっちゃいいですね。で、最後、インソールですね。インソールがですね、SB 特有のズームエアがかかと部分に入ったインソールとなっております。柄がね、めちゃくちゃ可愛くて、左足に関してはね、エルフっていうのかな、妖精が、サンタの格好した妖精が、多分子供たちにあげる用のおもちゃを作ってる、ショーンのグラフィックが書かれております。びっくり箱作ったりとか、ちょっと毒々しいんですけど、ここなんかね、真ん中にストレンジラブのマスコット的キャラクターのパンダくんがいるんですが、内臓むき出しパンダくんですね。はい。この辺がちょっとショーンらしさ溢れてるんじゃないかなと思います。で、右足の方にはですね、雪が降り積もったプリントで、ナイキの上にですね、ショーンのサインが書かれております。とにかく履きたくてたまんないんで、早速履いてみましょうか。というわけで、履いてみました。どうでしょうか。いやー、たまらんですね。めちゃくちゃいいです。もうこの色はちょっと薄めのデニムの方が合うんじゃないかなと思って、デニム履いておりますが、シューレースはですね、デフォルトのシルバーめちゃくちゃ良かったし、ゴールドもね、入れてみた感じめちゃくちゃ良かったんですけど、僕は無難にホワイトのシューレースにしてみました。ホワイトのこのシューレースが汚れたら、次はゴールド入れてみようかなと思います。で、シューレースつけてた時に気づいたんですけど、シューレースチップにね、ショーンのサインが入っておりました。ここもね、抜かりない作りとなってましたね。めっちゃ良かったですね。で、履き心地なんですけど、やっぱり通常のダンクより SB のダンクの方が履き心地いいですね。クッショニングがいいし、中のライニングもこうふかふかしてて、厚タンの効果かな、すごいいい感じですね。で、サイズ感なんですけど、僕は今回 25.5 を選びました。で、さっき言った厚タンの効果と、あとね、SB に関しては、かかとの部分にパッドが入ってるんで、それによって通常よりちょっときつく、窮屈に感じるかなと思います。なんで、それが嫌な方は、ハーフサイズアップした方が、SB のダンクに関してはいいんじゃないかなと思います。僕も今まで SB は、ハーフサイズアップで26とか 26.5 を、ハイカットに関しては履いたりしてたんですけど、今回はちょっとジャストで履いてみたいなと思ったんで、毎回通りの 25.5 を選びましたが、いい感じですね。ちょっとジャストすぎるかなっていう感じなんですけど、厚タンのふかふか感とかかとのパッドがすごい感じれて、なんかこれはこれですごいありだなと思いますし、あとね、履き心地いいのが、やっぱり中のライニングのベルベットだと思うんですよね。ここがすごいサラッとしてて、めちゃくちゃ履き心地いい感じです。スンと足なじみする感じですね。このラメのあたりね、ソールのラメですね。めっちゃいい感じです。で、ゴールドの数種もなんか嫌味ない感じでバチッとはまってくれてるなという雰囲気ですね。いやー、いいな。で、このサイキックブルーか、この辺がデニムと相まって上から見た感じめっちゃいいんですよね。結構白紐正解かもしんないです。ちょっとこう派手派手しさをなくしてくれる感じ、上から見た感じはすごいこうおとなしめな SB に見えるんですけど、このアウトソール見えた時とかサイドから見た時ね、ちょっと派手な感じでいいんじゃないでしょうか。これはヘビロテですね。
今年一番、出たのは2020年なんですけど、いや、これかなり気に入りました。よかったです。さあ、いかがでしたでしょうか。今回はショーン・クライバーとナイキ SB のコラボレーションモデル、ダンクローのホリデースペシャルレビューでございました。いやー、もう今ね、プレネがちょっととんでもないことになってるんで、なかなか手を出しづらいかなとは思うんですが、僕は去年の締めくくりとして、非常にいい買い物ができたんじゃないかなと思っておりますんで、ちょっと気になってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ちょっとでも参考になればなと思いますんで、ぜひ欲しいなと思ってる方はもう行っちゃって損ないと思うんで、ぜひおすすめの一足です。はい。というわけで以上でございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今年も何卒よろしくお願いいたします。See you next time. バイバイ。